はい、どうも古庄憲孝です。今日はですね、プルバック、ついにプルバックができましたけれども、タップダンスで一番最初に皆さんが直面するいわゆる技というステップになるのかな、プルバックができませんと。プルバックまで来るとちょっと相当難しいステップになりますんで、できない方いっぱいいらっしゃるかなと思いますけれども、プルバックを考察していって皆さんがプルバックというのはどういうものかっていうのを理解すればちょっとはヒントになるかなと思いますので、古書的考察でプルバックをやっていってみたいと思います。では行ってみましょう。さて、プルバックですね、プルバックをやる前にタップダンスでいう技物ですね。技物って何なのかっていうのを僕の中でお話しすると、なんとかしながらなんとかをするっていうのが大体技って言われるようなものに分類されてるんじゃないかなと思います。でプルバックがなぜ技かっていうと、プルバックはスタンプピックステップなんですね。スタンプピックステップ、基本ステップの7番ですね。前回スタンプピックステップの解説をしましたが、あれを両足で飛びながらやるっていうのがプルバックになります。なので、その運動がね、特に何を練習しなきゃいけないと、何を特にやらなきゃいけないかっていうと、この飛んでる間にピックを入れるっていうまたピック問題なんですけども、タップはねそれが一番難しいポイントになっていきますんで、飛びながらピックを入れるってどういうことっていうことに、話が集約していくと思いますので、その辺をね解説していきたいと思います。まずはプルバックね、そもそも見せましょう。プルバックっていうのは踏み込んで後ろに飛びながらピックを入れて着地をすると、音が3つ鳴るってことですね。3つこれですね。はい。で今つま先立ちでやりましたが、もちろんベタで、はい。でタップダンスを習った時代によってはスタンプでやるプルバックっていうのは実際プルバックとしては認めないみたいな、そういう時代もありましたが、今はもうどちらもプルバックと呼ぶでしょうね。私が習った初期の頃ではやっぱそれじゃあまだ甘いという時代でしたけれども、今はむしろ下ろしてやる方がスタンダードかもわかんないですね。スタンプという音で入り込んでピックをして降りる、その方がアクションが大きいという感覚で使っている人もいるし、タップダンスはバランスがすごく一番大事なポジションになるので、つま先立ちでやって体がふらつくようであれば全部ベタで下ろしてバランスが取れている状態で踊った方が、体にはいいということでスタンプを推奨している方もいらっしゃると思います。僕はスタンプから始めて、で筋力がインナーマッスルついてきて、ヒールアップでできるようになればなおいいんじゃないかな、両方できることが一番いいでしょうというふうに教えております。では、プルバックね考察していきたいと思いますけども、さっきも言ったように基本的にはつま先重心気味でいることがタップダンスでは多いので、そういうつもりでいってください。かかと重心にいるとなかなかなりづらいということですね。でプルバック、まず私が分ける中では3種類手法があります。ジャンプをしながらスタンピックステップをやるということで、この山なりのうちにピックを引っ張るという考え方と、トップに到達した時にピックのタッチを踏むというのと、ちょっとマニアックになってくるとダウンの間にピックをするということですね。踏み込んで着地をするという間に何をしているかということになるので、最初のスタンプとかヒールアップジャンプっていうのはこれ誰も変わらないと思うんですね。踏ん張れるところで降りると。で最後の着地も両足で着
着地するということですね。でその間のピックの引き方が3通りありますと。タイミングがまず3つある。ジャンプして山なりに行く間に引っ張るスタイルと、トップに立った時にタッチをしていくスタイルと、ダウンで落ちていく間にピックをするスタイル。この3番目はちょっとマニアックすぎますから、初心者の方は考えなくていいですが、まずこの上がっていくうちにピックを引っ張るスタイル、僕の中では脚力プルバックですね、とトップでタッチをする腰力プルバック、このどっちが自分のスタイルかなっていうので分けていければ、ちょっと練習の方向性が作りやすいんじゃないかなと思います。まず見せますね。まずは脚力スタイル、足が、ジャンプで上がっていく最中に足を引っ張って音を出すプルバックですね。こういう感じです。ベタで全部やりますね。ベタ足で着地ね。ここからこうですね、トップに上がる前に足を引っ張るというスタイル。これがさっき一番言った上がっていく最中にピックを引っ張るスタイル。で今度は上がっていってトップになって体が伸びた時にタッチをするスタイルということですね。これが腰力プルバック。分かりますかね。ちょっと分かりづらいかもしれないけど、腰が伸びてからタッチをする。腰を伸びた時にタッチがされるっていうことですね。で、3番目はちょっとマニアックで、僕もあんまり使わないからちょっとできるかわからないですけども、ジャンプして落ちていく途中で引っ張って着地をする。わかりますかね。踏み込んでトップを越えて落ちていく最中に引っ張る。ちょっとわかりやすいけど、あ、ちょっと踏み込んでですね。わかりますかね。この最後の3番目は初心者の方はもう全く使わないと思いますので、特に気にすることはないです。上級になってくるとこの踏み方を理解することによって空中で、入れられる回数が変わってくるので、このダウンサイドエリアで音を出すっていう感覚を養うということがだんだん必要になってくると思いますが、初心者の方はこの1番か2番どっちかというですね。でスタンピックアップの時にも、説明したんですけども、要は脚力で膝から下で引っ張るスタイルなのか、腰から上で引っ張るスタイルなのかという、この2つがあります。で、脚力で踏めばパワフルで、鈍い動きっていうのかな、力の強い動きでプルバックが弾けるようなスタイルになります。膝から下を曲げるので、よりジャンプが低空で後ろに引っ張る感じになります。で腰力はふわっと上に体を浮かしているさなかでタッチをしますので、伸びきったところにちょうど合わせて足をタッチするっていうスタイルなので、山なりが強くなります。山なりが強くなるということは着地の距離も狭くなるので、軽く見えるということですね。動きが軽く見えるプルバックとパワフルに見えるプルバック、この違いがあります。で膝へかかる負担はもちろん脚力の方が膝に負担がかかるので、体への負担は、脚力でやる方がちょっと強め、腰力でやる方が柔らかくできるというスタイルですね。その辺を意識してどっちのスタイルがやりたいかとか、もしくはどっちのスタイルが自分はやりやすいかで、練習メニューが変わってきます。でまずは脚力スタイルの方はですね、一番重要なポイントはすぐ音を出さなきゃいけないので、ここのスタンバイですね。で飛ぶ前に、足が伸びきる前につま先が準備できないといけない。ここを引っ張って立てるように。でここからかかとをお尻にくっつけるように膝下をスイングさせて持ってきます。踏み込んでスタンバイからの膝から下を吸い上げて着地をする。これを意識してやってみてください。かなりの膝への負担がかかりますので、例えば膝が悪い方とかは
このやり方はやらない方がいいですね。若い子でパワフルにすごくやりたいっていうこととか、音をめちゃめちゃ強く出したい、大きく出したいっていう方はこのやり方が、必要になってきます。脚力で引っ張ると。こうですね。はい、体が伸びきる前に足を引っ張るので、高く飛ぶ必要がないです。こうですね。低空飛行で足を引っ張ってあげると。スタンプステップでいうとこういう引っ張り方。はい。もう一回言うと、踏み込んで、ここのつま先で立てるっていうポジションを作れることが大事になります。これね。で、上に飛ぶというよりは低空飛行で後ろに引っ張って着地するというスタイルですね。大丈夫ですかね。それで練習をしてみてください。次、腰力のプルバック。腰力のプルバックは、ここからなるべく伸び上がってタッチをしたいので、ここの腰を伸ばす。お尻をこう持ち上げるようなつもりで、プルバックを入れていきます。なので、トレーニングとしては、踏み込みから、ここのタッチ、つま先立ちタッチを練習してください。練習ポイント1ね。ここ。で、このトップから脱力をしながら階段の段を1段下に降りるような感じですね。これをトレーニングしてください。練習で言うと、踏み込んで腰でつま先立ち、ここから降りる。ちょっとイメージ分かりづらい。例えばこういうね、何でもいいんですけど、こういう段の上からこうやって降りる、この感覚ですね。こうやって降りる感覚、これを持って、練習をすると良いです。で、その2つの感覚をつけたら、踏み込んでタッチ降りる。1、2、3で、この2と3を限りなく体重チェンジを速くしていくとプルバックになります。1、2、ですね。ここに素早く体を伸ばしてタッチをする。素早く体重を抜いてあげる。1、2、3ですね。で、このタッチをしてすぐ力を抜くっていう、ここの感覚が非常に難しいんです。で、これを脳みそでどういう感じかっていうのを理解するために、こういう教え方をしてるんですが、体重を乗せずにスイッチを触るんだけど体重を乗せずに、この何でもいいですね。紙でもタオルでも何でもいいですよ。ここに体重を乗せずにこういう練習ですね。で、これの後ろバージョンですね。タッチをしてこうですね。体重をここにかけずに後ろに倒していく。飛び越えていく。体重をここにかけずに軸足で飛んで、なるべくここに体重をかけずに後ろからに飛び越える練習で、これが分かったら今度はタッチをして体重をかけずに降りる。タッチをして降りる。ちょっとハードですけどもね、後ろ側でやる方がいいですね。ちょっと倒れたりするのは気をつけながらやってくださいね。タッチをして降りる。これがプルバックの、基本的な体の使い方のイメージです。で、それが伸び上がったタイミングでタッチをして降りているっていうのがプルバックですね。なのでこの、タッチっていう感触からダウンして降りるっていうところに、2つのムーブが入れればタッチダウンですね。この感覚が分かれば、それをこのイメージをこれがなくても踏み込んだら踏み込んだらですね。こういう
いうのをしっかりと意識できるようになれば、プルバックっていうのができるようになるんじゃないかなと思います。ということで、1番2番のプルバックの手法どうですかね。これで皆さんプルバックがどういうものかっていうのを少し理解できれば、体がうまく動いてくるんじゃないかなと思いますので、ヒントになればなと思います。プルバックそれでもできませんっていう人とか、ここができませんっていう人はまたコメント欄に連絡いただければと思います。で、3番目のちょっとマニアックなスタイルですね。ここの降りていくダウンサイドの間にプルバックを入れるっていうんですね。飛ばずにダウンしていく間に足を引っこ抜いていくスタイル。これは何に使うかっていうと、例えば空中で2回音を出したいとかっていう時に、上がっていくうちに1回、降りていくうちに1回できればダブルが鳴るということですね。ダブルのプルバック、ちょっともう最近やらないからなるかわかんないですけど、上に上がっていく時に1回と降りていく時に1回で、こうですね。まあ、分かった。微妙だけど。ダブルで音が鳴っていると。こうジャンプしている間の上がっていくタイミングと下がっていくタイミングで、まあ、僕はちょっとトップに鳴らすのが得意なんで、上がっていってややトップになってるから、下がっていくのはもしかしたらちょっと使えてないかもしれないけども、まあ、こういうふうにエリアを分けて音を出していくっていうですね。例えばこのしゃがみ込む抜きがこの辺まで抜ける人がこの滞空時間を使って運動ができるということですね。だからアップダウン、トップダウン、ダウンの時で3回鳴らせるっていうことが、まあ、身体能力的にあり得るでしょうね。もちろん僕はできないけど、若い子たちとかね、できる子、もうすでにいるんじゃないかな。いたらぜひ映像をください。皆さんにご紹介します。そういう感じですね。空中で3回。もう一回2回やってみようかな。踏み込んで、分かりやすくダウンで粘って降りると、踏み込んで、っていう感じですね。2回鳴らすっていうことができるようになるっていうのがダウンからの、空中エリアのコントロールっていうことですね。ということで、プルバックの考察。ちょっと今日は紹介が強めでしたけれども、皆さんそれを意識して自分のトレーニングと、プルバックのヒントにしてみてください。ということで今日はここまでありがとうございました。お疲れ様でした。頑張って練習してください。